プラッツの72分の1スケール零式艦上戦闘機21型の仮組みを行います。またまた冷戦ね。しかもプラッツなのね。そうそう、プラッツの全誘導シリーズから選んでみたのだ。全誘導シリーズ？昔のプラモデルみたいに可動ギミックがついたシリーズですね。動かして遊ぶタイプね。翼端の折りたたみ、エルロンやラダーなどが動いたりする。飛脚や尾輪も折りたためるのね。そうなのだ。なんかどこかで見たことあるようなキットね。実は F トイズから販売されていたフルアクションシリーズと同じキットみたいね。 F トイズ？ F トイズは F トイズコンフェクトが展開する食玩模型ブランドなのだ。ふむふむ。スーパーやコンビニ、家電量販店、ホビーショップなどで販売されているので知っている人も多いかな。ガムが1個ついてくるやつね。144分の1のウィングキットコレクションなんかもある。そちらも見たことありますね。フルアクションシリーズはフル稼働が売りとなっていたんだけど、名前の通りね。塗装済みということも大きな特徴となっていた。塗装済み？ランナーの状態で塗装されているクリアパーツなども細かく塗り分けされていた。これだと切り離した部分は塗装が剥がれますよね。そこは仕方ないですね。タッチアップするしかないです。ガンプラの塗装済みキットを思い出しました。それと食玩扱いということでスナックフィットとなっています。なるほどね。 F トイズの説明をしてきましたが、今回はプラッツの全誘導シリーズです。そうでした。それで F トイズとの違いは？大きな違いは塗装されてないってことかな。未塗装ってことね。そうそう、普通のスケールモデルと同じで自分で塗装することとなる。塗装済みであっても切り出した部分や合わせ目処理などで再塗装が必要ですからね。上級者向けには塗装されてない方が都合がいいのかもね。それで冷戦以外にも出ているの？一応2種類出てはいるんだけど、両方とも冷戦21型ね。そうそう、マーキング違いってことみたい。 F トイズからは結構出ていたようですが、はやぶさ2型、水星、FW190A、スピットファイア、マーク9、F86、セイバーが出てたのかな。こちらもいずれ出してくれると嬉しいですね。そうなのだ。ところでいろいろと動くとなると LS のキットを思い出しますね。そうそう、投稿者はイオンのお菓子コーナーで初めて見たんだけど、直眼ですからね。てっきり LS のキットを塗装して売っていると思ってました。初期のラインナップも LS と被ってますしね。そうそう、なのでスルーしてたんだけど、後に新金型と知って後悔するわけね。そんなキットの未塗装版ということで買ってみたわけです。プラッツからはいつ頃発売されたの？2021年みたいね。巣ごもり需要の頃かな。その前にも荒野の寿飛行隊仕様で出てるみたいね。寿は冷戦以外も出てました。値段に関してだけど結構違いますね。 F トイズは税込み1100円でプラッツは税込み2200円ですからね。倍ですね。塗装されてないのに。基本的にはスナックフィットとなってるみたいだけど、組み立ては接着が前提となっているみたい。合わせ目処理がありますからね。とはいえ仮組み動画の当チャンネルとしてはスナックフィットはありがたいのだ。そうなりますよね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは完成イメージの写真となっている。マーキングは V117 ということで信号単位の登場機ね。では中身を開けていくのだ。胴体が2パーツ、グレーのランナーが6枚、カウリング、透明パーツが3パーツ、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは2種類。ラバウル航空隊で信号対登場機、同じくラバウル航空隊で堺三郎1機装登場機となる。なるほど。部品点数は59点。稼働するので72分の1スケールとしては部品点数も多めですね。ではではプラッツ72分の1スケール零式艦上戦闘機21型の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で8パーツ。ケーキパネルに機銃が2丁、操縦席床と操縦桿、座席となるのだ。ケーキパネルはモールド表現ですね。細かい作りなので塗り分けが難しそう。パイロットはついてませんね。細かいディテールが入っているので大丈夫かな。次はエンジンですね。エンジンは全部で9パーツとなり、完成後は見えない部分も含めて作る。エンジン支持化と 7.7mm 機銃ね。
その他に排気管なども細かく再現されている。ここで操縦席とエンジンの合体ね。合体させるとこんな感じなのだ。72分の1スケールとは思えない細かさですね。塗り分けたらさらにすごそうなのだ。次はプロペラですかね。プロペラは2パーツ構成となる。プロペラが一体成形となり、スピナーをかぶせる構造。シンプルな構成ですね。そしてカウリングとなる。カウリングは1パーツのみね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は2パーツ構成で、操縦席と着艦フック、尾輪を挟み込む。着艦フックと尾輪は稼働するわけね。さらに機首部分に機重鋼を取り付ける。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドとなる。細いがくっきりとしたモールドなのだ。次は主翼かしら。主翼は全部で15パーツ構成。最初に主翼かパーツの組み立てから始めるのだ。稼働する部分があるのでパーツ数が多いわけね。まずは 20mm 機関砲の組み込みから始める。20mm 機関砲は左右それぞれ1パーツずつ。所定のラボに取り付けね。次に左右支脚の配置。このパーツは稼働するので接着しないのだ。ふむふむ。さらに支脚のカバーも取り付けて、稼働する翼端も取り付ける。ここで貼り合わせね。貼り合わせたらエルロンを取り付ける。ここも稼働するわけね。さらに機関砲のメンテナンスハッチを取り付ける。メンテナンスハッチは取り外し可能となるのだ。主翼のモールドはどうでしょうか。大モールドになります。やはり細くシャープな大モールドなのだ。次は尾翼ね。最初に水平尾翼なのだ。ふむふむ。水平尾翼は左右それぞれ3パーツずつ。エレベーターが稼働する仕組み。ここも動くわけね。できたならばいつもの通り胴体に差し込むのだ。なるほどね。次は垂直尾翼なのだ。別パーツのラダーを取り付ける。やはり稼働するわけね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となるので操縦席の開閉選択ができる。厚みもそこまで厚くないですね。透明度は問題なし。次は足回りですね。まずは支脚。支脚自体は主翼組み立て時に組み込み済み。支脚以外だとタイヤと支着カバーの構成ね。そうなのだ。次は細かい部分の取り付けね。まずは胴体下に増装をつける。増装は一体成形となるわけね。次にアンテナをつける。このアンテナはカットする必要があるわけね。では終わりに総評なのだ。今回はプラッツの72分の1スケール零式艦上戦闘機21型の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。全誘導シリーズということでいろいろと動かせるのが面白いところ。稼働とディテールが両立してましたね。そうそう。フラップ以外は全て動くのはすごいのだ。黎明期のプラモデルの遊び方が現代の技術で蘇った感じね。 LS の75分の1スケールのコンセプトのままより精細に蘇った感じなのだ。フラップは動きませんけどね。そうなんだけど内部のディテールもすごいわけでエンジンから操縦席までの再現性は非常に精密。動かして遊ぶだけではなく情景に合わせてディスプレイできるのもいい感じ。 F トイズから出ていた他の機体もぜひキット化をお願いしたいのだ。なぜか値段が上がってしまいますけどね。このキットがきっかけとなって F トイズの彗星とはやぶさも手に入れてみた。そちらもいずれレビューしたいですね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。